動物とか追尾できるんですか？マニュアルモードで飛ばしてみてください。3、2、1。でですね、ジンバルが横ジンバルもあさきです。本日の動画ではですね、前回こちら DJI Neo のレビュー動画を出した時にコメントで動物とか追尾できるんですかっていうコメントだったりとか、マニュアルモードで飛ばしてみてくださいっていうコメントがあったので、今回はやっていきたいと思います。で、ちょうどですね、今ラジヘリのレビューをしていて、エアウルフのラジヘリがあるので、まずね、こちらをネオで自動追尾できるのかどうかっていうのをちょっとやってみたいと思います。ラジヘリに照準を合わせてフォロー機能やってみましたが、エラーが出てしまいました。エラー内容は離陸する前にカメラが被写体に向いていることを確認してくださいでした。 Rear left. Follow. 3, 2, 1. Unable to take off. Aim camera at subject first. Rear left. Follow. 3, 2, 1. Unable to take off. Aim camera at subject first. お次は飛んでる機体を狙ってみました。結果変わらず同じエラーが出てしまいました。プロポでもやってみましたが、こちらも結果は同じですね。車でやってみたところ、こちらも認識しませんでした。なのでサイズの問題ではなさそうです。ちなみに手で持ってやってみたところ、なんと腕側の人の方を認識しました。DJI Neo 2自動追尾やってみたんですが、やっぱりね、認識しなくて追尾しませんでした。で、サイズの問題かなと思ってちょっと大きいグライダーだったりとか車とかでもフォローモードやってみたんですけど、やっぱり識別しなくて、逆にグライダーを持ってる手とかに反応してそっちを追いかけようとしてたので、多分形とかですね、人の形だったりとかで識別してるのかなと思いました。動物とか追いかけられるのかとかは気になるところなんですが、ちょっとね、いないのでそれは断念したいと思います。また2の自動追尾ができるかいきます。 Rear left. Follow. 3, 2, 1. Unable to take off. Aim camera at subject first. ダメでした。もう一回、もうちょっと。 Rear left. Follow. 3, 2, 1. Unable to take off. Aim camera at subject first. ダメでした。 Rear left. Follow. 3, 2, 1. Unable to take off. Aim camera at subject first. Rear left. Follow. 3, 2, 1. Unable to take off. Aim camera at subject first. Rear left. Follow. 3, 2, 1. おお、マジか。うわ、これだ。では続いてマニュアルモードでですね、どれぐらい飛ばせるのかっていうのをやっていきたいと思います。まずはゴーグルのメニュー画面からマニュアルモードにするための設定をする必要があります。送信機メニューの操作感度のところで Web モード姿勢制御をオフにします。あとはボタンのカスタマイズのところでカスタムモードのスポーツモードをマニュアルモードに変更します。あとはここに書いてあるスロットル側のプロポのスティックのネジを緩める必要があります。設定は以上になります。ちなみに Neo2 をマニュアルモードで飛ばすにはこちらですね、 DJI Goggle 3が必要になります。設定できたので飛ばしていきます。早速飛ばしてみます。左上が録画した映像で、メインが今ゴーグルで見てる映像になります。プロポのスイッチをマニュアルモードに切り替えました。一気にスピードが出ますね。
ゴーグルの映像だと結構ガタガタしてて酔っちゃいそうな感じだったんですけど、録画した映像はやっぱり自動で補正がかかって結構いい感じにぬめっと滑らかになっております。で、1回転今ロールしたんですけど、やっぱりロールし終わった後にちょっとガクンって機体のパワーがないのと、こんな感じでガクッですね。機体のパワーがないのと、あとはプロペラガードで抵抗を受けてガクッとプロップウォッシュですねになってしまいます。これは機体の特性上ちょっとしょうがないのかなという感じですね。ただフリップとかをしなければ全然いい感じに疾走感のある映像が撮れるんじゃないかなと思います。ちなみに左上の録画映像は特に編集はしていなくて取って出しの動画になります。こちらは録画映像オンリーです。めちゃくちゃガクンとなってちょっと草に当たりそうで危なかったです。なのでちょっと初めてやる方とかはね、十分コードを取ってやってみてください。たまに回り方によってはガクンとならないこともあります。ちょっといろんな飛ばし方を試してみております。今ノーマルモードで機体を揺らすと横ジンバルがちゃんと横ジンバル引いてますね。で今マニュアルモードにしました。横ジンバル動かなくなった。なるほど、全く動かないんですけど N モードとか S モードにするとこんな感じですね。ジンバルが横ジンバルもちゃんと動かずに固定されております。ジンバルはだとこう動かないですね。でさっきのがノーマルモードか。でマニュアルモードにするとこんな感じで完全に縦も固定されますね。全然違う感じです。あともう一個前回の NEO2 の動画でコメントで教えていただいたのがこちら NEO2 のデータをパソコンに移すときですね。動画ではバッテリー入れて電源つけてからつないでたんですけど、なんとバッテリーというか電源入れなくてもパソコンにつなげばこいつですね、パソコン側でこの内部メモリーを認識します。これは結構ね地味に楽ちんで嬉しいです。はい、というわけでこちら DJI Neo2 マニュアルモードで飛ばしてみました。なんかゴーグルで映像を見てると結構ガクガクして酔うなっていう感じだったんですけど、保存された動画はやっぱりさすが DJI っていう感じで結構ねぬるっとした映像が撮れていました。ただやっぱり機体パワーがないっていうのとガードがついているのでこう回転ロールとかした時の最後のガタつきですねはどうしてもガクンっていうのは出ちゃって、上手に飛ばせば出ないのかもしれないんですけどちょっと出やすい機体にはなってると思うので、そのあたりは要注意というか気をつけるポイントかなと思います。それでは今日の動画はこの辺でバイバイ。